こんばんは。はるです。今回は世界大会 E ラリーガサンタンデールカップで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。まあ少し、2週間、3週間ほど前ですかね、に行われていた、世界大会になります。まあこれはですね、E ラリーガサンタンデールっていう風にも明記してある通りですね、こう、ラリーガの、選手たちをおそらく何名か、入れて、戦うという風なものになってます。まあ、大会によってね、いろんなこう、規定だったり、その制限があったりはするので、まあ、今回はこう、ラリーガで、まあ、世界大会が行われたっていうことで、まあ、ラリーガ選手のこう、最強の、選手たちっていうのが、まあ、わかるんじゃないかなという風に思います。じゃあ、それでは、早速紹介をしていきます。こちらが、一応こう平均的に、まあ自分が見た中でですけど、多かった選手たちかなというふうに思います。まあキーパーはクルトワですね。TOTY の、クルトワだと、いうふうに思います。まあキーパーはそれぞれ、まあいろいろね、結構本当に世界大会みたいな、まあいわゆるこう世界大会みたいな感じで、サールがいっぱいいるっていうふうな、ことではなくて、まあ結構ね、クルトワ以外にも、まあ、いろいろ使ってる、選手はいたという風な感じですかね。まあ、ですけどやっぱり、まあ、クルトワが多かった、という風に思います。まあ、TOTY にも選ばれているような、キーパーにはなるので、まあ、かなり強いキーパーかなという風に思って、まあ、個人的には、ラリーガで一番強いかなという風に感じます。そして右サイドバックはデマルコス、そしてツーセンターバックミリトン、そしてアラウホ、そして左サイドバックがカプデビラという風な形になっています。まあ、右サイドバックはですね、デマルコス。まあ、ラリーガはね、そこまでデマルコス以外に、まあ、右サイドバックでいい選手は、現状は今いないかなという風に、感じます。まあ、2週間前の、大会の時にもそうだったかなという風に思うので、まあ、カルバハルだったりとか、こう、バスケスだったりとか、スペイン人で右サイドバックでっていう選手はいるんですけど、まあ、デマルコスの方がね、まあ、強かったり、するので、意外とこう、まあ、相手にね、見ることは少ないかもしれないんですけど、ラリーガでっていうようなところを考えると、この実際のこう、ラリーガサンタンデールのカップでも、めちゃくちゃ多く使われてました。普通に使われたし、3センターバックの一角にも使われていた選手にはなるので、ほんとこうコスパが良くて、まあ強さっていうのはある程度、あるような選手なんじゃないかなというふうに感じます。で、2センターバックはまあこの2人がかなり多かったかなっていうふうに、感じますし、まあ個人的にもラリーガで、2センターバック最強だったら、この、2CB かなっていう風に感じます。TOTY のミリトン、だったり、まあ、あとはアラウホですね。フューチャースターのアラウホ。まあ、この2人の2強かなっていう風に感じつつ、まあ、世界大会での使用率っていうのも高かったかなという風に、まあ、思いますね。まあ、ミリトンに関しては Y にも選ばれてますし、まあ、ペース90のね、センターバックでなかなかいないので、かなりこう、速さもあって強さもあるという風な選手ですね。で、左サイドバック、カプデビラでしたね。まあ、カプデビラがかなり多かったなという風に、感じます。まあ、ラリーガっていう風なことにはなるので、ヒーローではあるんですけど、リーグがね、ラリーガっていうことも、まあ、あって、やっぱりこう、この人が一強だったかなっていう風に、感じます。まあ、他の選手もね、後で紹介をするんですけど、まあ、ほぼほぼちょっとカプデビラ使ってるチームが多かったなという風な印象ですね。で、そして、右サイド、グリーズマン、そして 2CM がバルベルデ、そしてジョレンテ、そして左サイドがロナウジーニョ、という風な形ですね。グリマンはね、まあ、初期の褒めがわからないので、それぞれのチームの。わからないんですけど、グリーズマンを使ってるチームはかなり多かったです。普通に多かった。で、この選手、前線としてではなくて、3CM の一角として使ってるチームが多かったかなっていう風に思います。バルベルデ、ジョレンテ、グリーズマンみたいな感じで攻撃的な CM としてグリーズマンを使っていた、そういう風なチームが多かったですね。で、まあ442で組むんだったら、まあこの人 RW できるし、こういう風な形なんかなっていう風に思いますね。グリーズマンだって CM でできる CM のね、代打ポジションついてないので、初期フォメで CM に置いてるってことはないと思うんで、
多分右に置いて、そっからフォメチェンでっていう風な感じだと思います。まあ普通にグリーズマン、まあ強いですしね、全然。全然強いですし、まあこのラリーガっていう風なまあどれだけ制限があるのかはね、ちょっと不明なんですけど、まあこのラリーガの中で強いっていう中に、まあ全然入ってくる。まあ世界のプレイヤーたちも、まあ認める。全然使ってもいいって思えるぐらいの選手なんじゃないかなという風に、思いますね。で、まあ 2CM バルベルデであったり、ジョレンテが、まあ多かったかなっていう風に、感じますね。まあ特にジョレンテの方が多かったかな。CM 起用としては。まあ普通に、この人も一番多分中盤の中で速い、スピードがある選手ですし、まあ逆にグリマンじゃなくてこの人を置いて、ここに CM 誰か違う選手入れるとか、そういう風な、まあ、そういう風にチームを作ってるっていう、場面もあったかなという風に、感じます。グリマンがいなかったら多分そういう風な形かなという風に思うので、まあジョレンテも欠かせない存在かなという風に感じますし、まあラリーガの中でね、中盤、まあ全然トップ5には入る、ぐらいの実力ですし、まあ足がね、長かったりするので、やっぱそれでかっさらえたりとか、足が伸びたり、するっていう風なところもいいところかなという風に感じますね。で、まあ、バルベルデに関しても結構まあ中盤というよりかは、やっぱ世界大会ではね、右サイドバックとかで使われてる、ほんと万能な選手ではあるんですけど、まあ、この人もやっぱペースが速い、っていう風な中で、まあ、かなり使用率としては高かったかなという風に感じます。で、左サイド、ロナウジーニョですね。ロナウジーニョはかなり多かったですね。ロナウジーニョはやっぱり世界大会と変わらず、やっぱ前線の選手として、使用率っていうのは高かったかなという風に感じます。まあ、今作なんか、これまでのロナウジーニョよりも、なんかめっちゃ使われてるなっていう風に、感じるので、やっぱり強いんだろうなという風に、ここでも感じました。で、2SC ですね。2トップ、ベンゼマと、R9 ですね。まあ、R9 もね、世界大会と、変わらず、まあ、使用率は高くて、まあ、安定に、最強クラスかなという風に思います。まあ、2週間、3週間ぐらい前の話にはなるので、トロフィータイタンではなく、まあ、おそらくプライムだろうなという風な、ところですね。まあ、55、そして決定力、スピードもあってっていう風な、選手にはなるので、まあ、このラリーガサンタンデールカップでも使われていたという風な感じになります。で、そしてベンゼマですね。Y のベンゼマですね。まあ、ラリーガの中で行くと、この人はかなりトップクラスの ST かなという風に思います。ベンゼマもかなり使用率高かったですね。スキル5はないんですけど、やっぱ逆足5でも触れたりとか、ドリブルもまあある程度軽かったりはしますし、パスが上手いっていうのも非常にいいですね。ST の選手として視野97と、ね、ショートパス95って結構エグいんで、で、決定力も乾燥してて、レーザーもほぼ乾燥で、で、ペースもあるのでっていう風なところで、まあこのね、ラリーガの、スカットで戦うっていう風な中の、この世界大会ではちょっと欠かせないのかなと、この人も感じますね。で、そしてこの次に使われていた選手でいくと、キーパーはブヌですね。ヤシン・ブヌが、まあ、クルトワに代わって、使われてましたね。なんかそれこそ金の手足低減とか、まあ、じゃないんや、みたいなところで、結構ね、ブヌも使っていたチームは多かったなって感じます。で、あとは左サイドバックはカブデビラじゃなくてメンディーですね。メンディーも、まあちょっといたかなっていう風なところ。まあでもここはね、ほぼほぼカブデビラでした。で、まあ2センターバックに関してはですね、リュディガーだったりアラバを、まあ使っているチームもいました。まあミリトンはほぼ角やったかなと思うんで、ミリトンと、まあリュディガーなのか、アラバなのか、またはこの初期褒めでね、3バックとかにしてこの3枚使うのかっていう風なところで、ミリトンはほぼ角で、そこの相方に、まあ、洗う方。で、ついで多分リュディガーだったりアラバやったかなという風に感じます。あとは、デマルコスじゃなくてザンブロッタですね。ここはまたラリーガの選手ではないんですけど、結構ザンブロッタが使われている、機会が多かったなという風に感じます。まあ、プライムのザンブロッタめちゃくちゃ強いんで、普通に逆足も5ですし、まあ、ビルドアップと、守備ともに、普通にトップクラスかなという風に、感じます。あとは CM ですね、ジダンが使われて、ました。
まあ、それこそグリマン外してとかかな。多分こういう風な形で、まあ、使われていたかなっていう風に思います。まあ、ジダンも、まあ、それこそトロフィータイタンは、この世界大会が行われている時には、まだ、トロフィータイタンが来てなかったんで、プライムのジダンでした。で、あとはまあペドリですね。ペドリも、まあ、バルベルデか、まあ、ジョレンテに変えて、ペドリが使われていた、っていう風なところですね。結構ね、意外とペドリもいました。普通に、まあ、いて、まあ、おそらくバーセのペドリなんですけど、まあ、やっぱり中盤で非常にボールタッチ細かくて、パスもうまいですし、そういう風なところが、まあ、使われている要因なのかなという風に感じました。あとはモドリッチですね。モドリッチも全然使われていて、まあ、ここもまあ、いろいろな組み合わせあると思うんですけど、まあ、ジダンとか、モドリッチとか、まあ、ペドリだったりとか、まあ、使われていたという風なところですね。で、あとは ST デンベレですね。まあ、デンベレはね、誰に変えてかどうかはちょっとわからなかったんですけど、まあ、普通にいました。前線の選手で、普通にいて、多分これ褒めとか変えないといけないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、デンベレも一つ、こう、前線の一人として、数えられていた、そういうような、チームもいたと。いう風なところですね。まあ、55っていうのはでかいですしね、やっぱり。55はでかいし、スピードもあってっていう風なところで採用されてるのかなという風に思います。あとはビニシウスですね。まあ、ロナウジーニョに変えてビニシウス、っていう風なチームもいました。まあ、めちゃくちゃボールタッチ細かいですし、その時はね、当時はちょっとバースデーを使える状況だったのかどうかわからないんですけど、まあ普通にビニシウスもいました。でも、ここはほぼほぼロナウジーニョでした。ロナウジーニョで、まあついでって言われるとビニシウスなんですけど、ここもちょっと、左サイドはちょっとここ、結構かなりの使用率やったかなっていう風に思うので、まあ、でも一応ビニシウスもいたという風な感じです。あとはプスカシですね。ロナウドとかを入れなくてプスカシュっていう風なチームも、ね、いました。ベンゼマはほぼほぼいたので、ここと、まあプスカシュが、まあ入ってたなっていう風なところですね。まあロナウドが抜けていたチームも、まあ数チームはいたので、そこには一応プスカシュとかを入れてはったので、まあ確率的には、まあ次はプスカシュの使用率が高いのかなっていう風に自分は感じました。まあっていう感じで、これがラリーガサンタンデールカップで使われていた選手たちになります。まあ基本的にここにいる選手たちは、まあ、もちろん世界大会に出てくるっていう風なことにはなるので、まあ強さっていうのがある程度ありながら、まあ使えるような選手たちにはなってるんじゃないかなという風に思います。まあ前回のね、プレミアの世界大会に引き続きね、ラリーガのね、こう、世界大会も行われてはいたので、一応また動画で、紹介をしました。まあ少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。